にちは、シエルちゃんです。アシスタントのグミジーです。皆さん、明けましておめでとうございます。今年も1年どうぞよろしくお願いいたします。去年は後半あたりからバタバタしちゃって投稿も減っちゃってたけど、今年は週1で安定して投稿できることを抱負に頑張りたいと思います。応援もよろしくお願いいたします。というわけで、今回は、秋田名物、柔らかバター餅を作っていくよ。秋田の名物、バター餅ですか。今では結構有名になった気もしますね。いろんな人が動画で上げてるけど、私食べたことないからぜひどんなお味なのか知りたいので、作っていきたいと思います。材料は概要欄をチェックじゃ。ぜひ最後まで見ていってね。チャンネル登録、グッドボタン、通知オンもよろしくお願いします。コメントも気軽にしてね。応援してもらえるとシエルちゃんが嬉しくなります。まず切り餅さんにお水を加えて、ラップして、ちょっと開けておくといいよ。レンジで600ワット2分チンします。蒸気でやけどに注意。熱いうちに混ぜ混ぜ。よくほぐれたら牛乳、お砂糖を加えて、もう一度チンします。今度は600ワット1分です。熱いうちに混ぜ混ぜ混ぜ。お餅をこするように混ぜると水分が入っていくよ。古い乾燥してるお餅だと混ざりづらかったりするかも。試作で古いお餅でやったら失敗しましたね。少しずつ馴染んできた。ムラがなくなるまで混ぜようね。混ざらないって人はもう一度加熱するか、片手鍋とかで熱を加えながら混ぜるといいよ。レンジも楽ですが失敗しないのならそっちが無難ですね。美容オン。混ざったらバター。今日は有塩です。無塩の場合はひとつまみ塩を入れてあげよう。お好みで塩を増やして塩バター餅もいいかも。完成した後に上に粗塩とかでも良さげですね。お餅の熱でバターが馴染んでいくよ。冷めてたら少し温めてあげよう。バターの次に卵黄ちゃん。さっきとは逆でここでお餅が熱すぎると卵に火が入ってダマになっちゃうから注意。混ざったら最後に片栗粉。まとまりが良くなります。これで生地完成。乾燥してカピカピになる前にまとめちゃおう。そしてラップやバットの上に下ろして休ませるよ。この時ラップの上に片栗粉で打ち粉をしておこうね。この後めちゃくちゃくっつきました。反面教師姫ですね。皆さんも気をつけましょう。ちょっと多めにやるくらいがちょうどいいですぞ。この時の私はこの後のことも知らずに、ざっくり四角く薄くしたら冷蔵庫で休めましょう。衛生的にも生の卵が入っているので人肌の温度が続くのは避けましょう。冷蔵庫に入れたらぎゅっとしまっちゃうんじゃないかって。ちっちっち。このバター餅、冷やしても柔らかもちもちなのだ。では休憩です。何やら戦った形跡がありますね。さて、何のことかしら。もうちょっと打ち粉しとこう。お好みのサイズで切っちゃおう。包丁にも片栗粉をつけておくと、切った後くっつきづらくなるよ。切っていったら完成。それではいただきます。おいしい。
うね。バター餅って聞くととってもバターのコクが強そうなイメージだったけど、バターのコクと卵の風味でふんわりと優しい甘さが伝わってくる感じよ。砂糖の配合次第だけど甘々してないのがお上品ね。あと食感もとても柔らかくて、口当たりがもちとろで癖になる。私甘いお餅、相馬も好きだからこれも好き。相馬と違うのはやっぱりバターと卵が入ってる分のコクとマイルドさが違うかな。とっても美味しかったです。ぜひお茶のお時間にいただきたいですね。今回は秋田名物のバター餅でした。いかがだったかしら。優しい甘さが美味しい、もちとろなお餅でしたね。生の卵を使ってるから保存は冷蔵庫、その日のうちにいただいちゃおうね。ぜひ一度は余った切り餅とかで作ってみてください。ごちそうさまでした。最後までご視聴ありがとうございました。動画の感想、作ってみた感想もいただけると嬉しいです。チャンネル登録、グッドボタンなどもよろしくお願いします。週1、19時くらいに上げてます。他のお菓子の動画も見てみてね。